空洞、宇宙には一つの空洞があります。その空洞の持つ破壊的な力が私たち一人一人を脅かしています。ここでお話ししようとしているのは、我々の銀河の中心にあって重力の渦の中にあらゆるものを吸い込む得体の知れないブラックホールについてではありません。また宇宙空間の冷たく何もない空洞、あまりに巨大なのでそこを通るどんな光からもエネルギーを抜き取ってしまうスーパーボイドについてでもありません。違うのです。この潜在的に危険な空洞は我々により身近なところにあるものです。すべての人の心の奥底には精神の空洞と消えない虚しさがあって、不安、失望、恐れ、それと真の幸せと目標に対する消えることのない望みを生み出しています。哲学者のパスカルはこのことを無限の深淵と呼んでいますが、これは我々があらゆる方法で満たそうと試みている心の真空であります。私たちは物の所有、経済の安定、生きがいのある仕事、娯楽、自分に対する評価、また日常生活の苦痛と葛藤からの逃避を追い求めて生涯必死に走り続けます。けれどもこういった試みはせいぜい一時しのぎでしかありません。なぜなら私たちの心の空洞はどんな被造物によっても満たされることはないからです。2000年前、神はこの空洞を永久に満たすためこの世に来られました。どのようにして満たすのかというと、私たちの生命を変換する力のある死と復活によってです。理解するのが難しい概念かもしれませんので、この説明を聞いてください。英語のトランスフォーメーションは変容または昆虫の変態という意味ですが、新約聖書原点のギリシャ語ではトランスフォーメーションはメタモルフォーと言います。これは英語のメタモフォルシスの語源で、自然界における驚くべき出来事を表すときに使われる用語です。毛虫は地面に這いつくばり、恐ろしくゆっくりとしか動けず、目もほとんど見えない生き物ですが、その状態でほんの数週間生きた後、自分の身を繭に包み込みます。紙のように薄い殻の中で、この毛虫の体は細胞へと崩れていきます。これは毛虫が死を願っているわけではありません。実はこの昆虫の崩壊は全く新しい生き方への入り口なのです。数日後、この毛虫の生物学的構造は完全に再構築されます。その結果は驚くべきものです。この驚くほどの変化は、神様が私たちに与えてくださるもっと素晴らしい変化を象徴しています。私たちの心、知性、霊性の変容です。罪に背を向けて神の救いの賜物を受け取った人に対する神の約束に思いを向けましょう。主は言われました。見よ、私は万物を新しくする。私はあなたから石の心を取り除き、私の思いである繊細な心を与えよう。あなたの心を新たにして希望に満ちた将来を与えよう。疲れた者は私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私はあなたの苦しみを知っていて、あなたの悩みを心にかけている。あなたの苦難の時、私はあなたの砦となろう。私はあなたの罪を許し、もうそのことを思わない。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。
That's what the world needs. これが世界が必要としているものです。That's what Japan needs. これが日本が必要としているものです。We're surrounded by millions of people who need that metamorphosis, that transformation. このように変わることがですね、何万人の人々が必要としていることです。That's why we're having that meeting tonight. ですから今晩この講演会があります。And this week, 今週 to offer people with a naturalist worldview a better way of understanding reality. 自然主義の考えを持っている人たちにですね、より良い世界の理解を得てもらうためにこの講演会を予定しています。To help people who only know of rituals and kami get to know the real God of heaven. 儀式とですけどね、神様とかを本当に知らない人たちに本当の天の神様を知ってもらうためにこの会があります。But God wants to do this with your help. けれども神様は皆さんの助けとともにこれを達成したいと思っています。Because He wants to bless you in the meantime. なぜなら同時に皆さんにも祝福を与えたいと思っていらっしゃるからです。Last night we had our last training for this event. 昨晩これに関しての最後のトレーニングを行いました。And we had some precious workers, members of this church, who are helping. この教会でこの会を助けてくださる、貴重な人たちと会を持ちました。But many of you were not there. この中にいるたくさんの人たちは昨晩いらっしゃいませんでした。And I'd like to appeal to you that you come tonight. でもその人たちにですね、ぜひ今晩は来ていただきたいと思います。And you come with a predisposition to help. ぜひ助けたいという気持ちで、出席していただきたいと思います。There are many people that need your help. たくさんの人たちがあなたの助けを必要としています。I cannot speak Japanese, but you can. 私は日本語を話せませんけど、皆さんはできます。You belong to the same culture. God can use you better than He can use me. 同じ文化の中に住んでますから、私よりも皆さん方の方が人々を助けることができます。So we need you to engage in this process. ですから皆さんにもこのプロセスの中に入っていただきたいと思います。One of the new ways in which we're going to do that is through a system called row hosts. 別なシステムですね。これをやりたいと思うんですけども、会場係、ローホースという英語でですね、会場係を用いてこれをやろうと思っています。And there will be critical people in the process of connecting with non-believers. この会場係はですね、信者じゃない人たちと我々をつなぐ非常に有効な方法です。I know there are retired pastors in this church and there are retired physicians in this church. この教会にはもう引退された牧師さん、引退されたお医者さんたちがいらっしゃると思います。And I want to appeal to you especially to come forth and help. その方たちに特にですね、助けてくださいとアピールしたいと思います。See Brother Miyazaki or see the pastor today at lunch and say, I'm willing to help. 宮崎長老または牧師さんたちにですね、ぜひ私も助けたいとおっしゃっていただければそれで十分です。Now we don't only need experts such as pastors or physicians, we need everyone to help. 牧師さんですとかお医者さんのような専門職じゃなくてですね、それ以外にも皆さんの助けが必要です。So if you know that God wants you to help, then go to the pastor, go to Brother Miyazaki and say, I am willing to help. そしてもし皆さんがですね、神様を助けたいという気持ちが生じたならば、宮崎長老か牧師先生にその旨を伝えてください。I promise you something. 一つの約束をしたいと思います。If you help, it will be a great blessing to you. もしあなたが助けてくだされば、それはあなたにとって大きな祝福となって帰ってきます。Especially if you help when you don't want to help. 助けたくないと思っている時にも助けることによって、That is when God will give you something extra. その時に神様は特別のプラスアルファを与えてくださいます。When we come to the meeting tonight at 6:30, 6:45, 7, 6時半、6時45分、7時頃にですね、今晩の講演会にいらした時に、
Of course, if you're going to help, you need to be there earlier. もし助けてくださるならもうちょっと早く来ていただかなくちゃいけないんですけども、 6:30 instead of 7. 6時、7時じゃなくて6時半に来ていただきたいと思いますか。The row host will give you a packet like this. 会場係はですね、このような資料を差し上げます、皆さんに。 Everyone will get one of these. 全員これを受け取ります。 It has several components. でその中にいくつかのものが入ってます。 In the first, you will see a small piece of paper that is called registration. 最初にですね、この小さな登録カードっていうものがあります。 The pastor probably told you about this, but we are asking all members to fill out the registration. 皆さんすでに聞いたかもしれませんけれども、全員この登録カードに記入をしていただきます。What we find sometimes is that members say, "Oh, I don't need to do that because I'm a member." 時折教会員はですね、私は教会員だからこれやらなくていいでしょうっていう人がいます。 But you may be sitting next to somebody who is not a member. でもですね、教会員じゃない人の隣に座っているかもしれません、皆さんが。 If you do not cooperate, they will not cooperate. 皆さんがこれをやっていただかないと、隣に座っている教会員じゃない人たちも協力してくれません。 So lead by example and register. 模範を示して、ぜひ登録をしてください。 If you register, もしあなたが登録すれば、 you will be eligible for the nightly gifts we're going to give every night. 毎晩ですね、商品があってそれに当たるかもしれません。 If you register, you will also be eligible to get this brand new book that is right now 3 days old. もし登録すればですね、3日前にようやくこの発刊されたこの本をいただく機会があります。 This is a book that was written with the subjects we're going to talk about this week in mind. この講演会で話す内容がこの本に書いてあります。 And you can get this free, but only if you attend the meetings. この本を差し上げたいんですけども、講演会に出席しないと差し上げることができません。 If you register. 登録しないとダメです。 You see, salvation is free, but the book is not. 救いはただですけども、本はただではありません。In other words, this is as an incentive because we know the more nights you are there, the more things will make sense. これはですね、もっと会に出席すれば私の話すことがもっと理解するようになるので、それを引き出すためのインセンティブです。 If you only show up tonight, you might find it interesting. もし今日来たらですね、これは面白い会だなと思うかもしれません。 If you come tonight and tomorrow, it'll be more interesting. でもし今日、そしてまた明日いらっしゃれば、これはもっと面白くなります。 If you come 3 nights, it will be very interesting. そして3日間来ればもっともっと面白くなり In ます。 addition, you'll get the book. そしてそれプラスこの本をタダでい If ただ you けま come す。 4 and 5 nights, then you will see what God has in mind for this church and maybe for your life. 4日間、5日間いらっしゃればですね、神様がこの教会に何をしてほしいか、そしてあなたの人生で何をしてほしいかが分かるようになります。Allow nothing to be an excuse. Oh, I work too hard or I'm too tired. 仕事が忙しい、疲れてるみたいなことを言い訳にしていただきたくないと思います。 God never gave an excuse to save us. 神様は私たちを救うために言い訳は何もしませんでした。 He never said, I'm too tired. Those people are not listening anyway. 神様はこの人たちはどうせ聞いてないんだから疲れてるなんていうことは一切おっしゃいません。 This is a unique opportunity, and you will not see this again for a long while. これは本当に特別な機会でなかなかこういうことを体験することはできません。 What we will have tonight is not a religious service. 今晩持つのはですね、宗教的な集会ではありません。 It will be a seminar. It will be a conference. It will be based on learning and intellectual stimulation. これは講義またはセミナーといってですね、この知的に学ぶ会という位置づけにしてあります。 Make sure you come with a friend, 友達と一緒に来てください。 especially if that friend has no Christian background. キリスト教の背景のない友達を誘ってください。 How many of you, I'm just curious, ちょっと興味があるんですが、 how many of you are planning to be there tonight? 今晩どのぐらいの方が講演会に行かれる予定でしたか。ちょっと手を挙げてください。Let me see your hand. 見せてください。 Okay, thank you for those who raised the hands. 手を挙げてくださった方々に感謝いたします。 And I hope that those who didn't can reconsider. もし手を挙げなかった人ももう一度ご検討いただければと思います。 Let's talk about service with a smile. 今日は笑顔で奉仕をということを
考えてみたいと思います。One of the most famous men of the 20th century was Albert Schweitzer. 20世紀の偉人の中でですね、一人の有名な方がアルバート・シュワイツァー博士です。He was a remarkable individual 彼は本当に特別な人でした。because he was famous in 4 areas of life. 彼は4つの部門で、有名でした。He is probably best known as a famous missionary in Africa. 一番有名なのはですね、アフリカへの宣教師として一番有名だと思います。But before he became a missionary, he was a famous musician in Europe. 宣教師になる前に彼はヨーロッパでですね、有名な音楽家でした。And he also was a famous theologian. そして有名な神学者でもありました。And but he got this call from God to serve in the middle of Africa and decided the best way to do that would be to become a physician. ところがですね、中央アフリカで奉仕したいという思いを神様がもらってですね、そのためには医師になることが一番いいと思いました。He changed the lives of thousands of people by his service. 彼の奉仕によってですね、何千何万の人々の人生が変わりました。In 1952, he was awarded the Nobel Peace Prize for his work. 1952年にはですね、ノーベル平和賞を受賞しました。In 1949, he visited America. 1949年にですね、アメリカを訪問しました。And he came by train to a certain city. 列車でですね、ある町にやってきました。And everybody in that city was waiting for the famous Dr. Schweitzer. そしてその町の全員がですね、この有名なシュバイツァー博士を待ってました。There were groups of children waiting for him. たくさんの子供たちも彼を待ってま And した。 musical bands waiting for him. 音楽のバンドが彼を待って And ま all し the dignitaries of the city were waiting た。 for 町 him. の偉い人たちもみんな彼を待ってました。 And journalists and the press was waiting for him. 報道関係、メディアの人たちも彼を待ってました。 And he came, he was a tall man, about 195. 彼が来た時はですね、身長の高い195センチぐらいの人なんですけども、 So when he came out, most people could see him because he towered above others. みんなよりも背が高かったので、彼が出てきたらみんな彼を見ることができました。 He greeted some of the leaders of the city. 町の指導者たちと挨拶をしました。 But because he was so tall, he was able to see above the heads of other people something that others did not see. でも彼は身長が高かったのでですね、みんなの頭の上、みんなが見えないものを見ることができました。 He noticed that there was a black woman, an older black woman who was struggling with suitcases coming down out of the train. 彼はですね、一人の年取った黒人の女性がですね、スーツケースを抱えて列車から降りようとしているのを見ました。 Now, in 1949, there was segregation in America between blacks and whites. 1949年はですね、まだ白人と黒人の間に差別があったアメリカの社会です。 And normally, a white person would not pay attention to a black person. 白人はですね、黒人にあんまり興味を示さない、そういう社会でした。 But he did. でも彼は違いました。 And so he said to the dignitaries, please excuse me. で、彼はその町の指導者たちにちょっとごめんなさいと言って、 And he went his way to the lady, and being a big man, he carried several of the suitcases to the bus station where she was headed. 困っているこの黒人の女性のところに自分で歩いてってですね、彼女の持ってたスーツケースを運ぶのを助けてあげて、バスの停留所まで連れて行ってあげました。 And that great multitude all just watched him do that, all astonished. おびただしい群衆がですね、彼がそれをするのをじーっと見てました。びっくりしながら。 When he came back, he apologized for the delay. 彼が戻ってきた時にちょっと時間を取ってごめんなさいと言いました。 And a member of the press whispered to a city leader, and he said to him, "This is the first time I saw a sermon walking." そしてですね、報道関係者の人とかですね、その町のリーダーに一言こう言いました。私は説教そのものが歩いているのを初めて見た。Are we sermons that walk? 私たちは歩いている説教でしょうか。 Or are we Adventists in name only? それともセブンス・デー・アドベンチストという名前を持っているだけでしょうか。 Are we Christians in name only? 私たちは名前だけのクリスチャンでしょうか。 Or does our Christianity actually show? それとも私たちがクリスチャンであることが表に現れているでしょうか。
Can your neighbor tell that you're a Christian? あなたの隣人はあなたがクリスチャンだと分かるでしょうか？ Can somebody in the grocery store, when they see you shop, know that you're a Christian? 八百屋さんに行った時にですね、あなたがショッピングしている時に周りの人たちはあなたがクリスチャンだと分かるでしょうか？ Do those who work with you know that you're a Christian by your priorities? 職場の同僚はですね、あなたが何を大事にしているかであなたがクリスチャンと分かるでしょうか？ I have been a minister in the Adventist Church for 36 years. セブンス・デ・アドベンチスト教会で私は36年間牧師をしています。I am older than you think I am. 私は皆さんが思っているよりも年を取っています。 I just look young. 私は若く見えるだけです。No, I don't look so young. そこまで若くないかもしれません。And I have learned, and I have been to over 60 countries. I think I told you that. 60以上の国々に行ったことがあります。 And there are many similarities in Adventist churches all over the world. そして世界中のですね、アドベンチスト教会の中には似ているところがあります。 I have found that Seventh-day Adventists can be defined by 4 types of people. で、このセブンス・デ・アドベンチストの信者にはですね、奉仕する際に4種類の人がいることが分かりました。 And that has to do with service. それはですね、奉仕に関しての違いです。 There is a group of Adventists in every church who cop out or they opt out of service. They never help. 身を引きながら奉仕する人、実際この人たちは奉仕しないんですけども、そういう教会員がいます。 They always say they're too busy. いつもですね、私たちは忙しすぎると言います。 They always think that their affairs are more important than the affairs of other people. 自分のことがですね、周りの人たちのことよりも重要だと思っている人たちです。 They assume that the people in the church who do help is because they have plenty of time. 彼らはですね、教会の中でいろんな奉仕をしている人たちは、彼らは暇で時間があるんだと思っています。 Those who cop out basically work only for themselves. 身を引きながら奉仕する人はですね、基本的には自分自身のためにだけ働いています。 Unfortunately, sometimes they are some of the best educated people we have in the church. 残念ながらですね、こういうことをする人が教会の中で非常に高い教育レベルを持った人たちだことがあります。 And some of the most talented people we have in our church. そして教会の中で非常に能力のある人たちがこの分類に入ってしまうことが残念です。 There's a second group of people. で、2番目のグループがあります。 Those who think it out. 考えながらやる人。 That means those who always think it would be good to help but never really get around to doing it. いつもですね、奉仕したい、奉仕するのはいいことだと思ってるんですけども、実際は奉仕しない人たちです。 They go to seminars, they go to trainings, but they never really engage. They never get active. 講演会とかですね、勉強会に行くんですけども、実際には何もそれを行動に起こさない人たちです。 They read books about it, but they never actually do it. 本を読むんですけども、実際にそれを行いに出しません。 They always think that they're not talented enough or not trained enough to do it. 自分たちは十分なって能力がない、またトレーニングを受けてないと思う人たちです。 So those who think it out will only work if conditions are perfect, and they never are. 考えながら奉仕する人たちはですね、条件が完璧な時にだけ働くんですけども、残念ながら条件が完璧なことはありません。 There is a third group in every church. 3番目のグループ、 Those who burn out. やりすぎる人。 These are people who are the workers in the church. この人たちはですね、教会でいつも奉仕してます。 But many of them have 2 or 3 or 4 or 5 or 6 jobs in the church. 教会ですね、2つも3つも4つも5つも6つも役員を持っている人たちです。 Because nobody else is helping, and so the very few are doing everything for everybody. みんなが働かないんでですね、教会の一部の人たちが全ての仕事をしている、そういう状況です。 Sometimes that leads them to believe that they are the only ones capable of doing the work. そしてですね、自分たちだけが仕事をすることができると思い込んでしまう傾向があります。 And so they eventually get very tired and just one day they don't want to do anything anymore. そしてですね、どんどん疲れてきて、ある日もう何もしたくないっていう状況になっちゃいます。 Those who burn out try to do the work that others should be doing. やりすぎる人は他の人がなすべき仕事までやろうとするのです。 There is a fourth group in the church. 4番目のグループが教会にいます。 And this is the group you and I need to hope to be a part of. この4番目のグループはですね、ぜひ私も皆さんもそこに入りたいと思うグループです。
And that is those who reach out. それは手を差し伸べる人たち。Those who reach out happily. 手を差し伸べる幸せにですね。Those who reach out consistently. そして常に、絶えることなくやります。Those who help even when nobody is asking them to help. 誰にも頼まれてないのに手を差し伸べて助ける人たち。Those who find that it is a joy to do this because they do it for God. 神様のためにしているのでそれが喜びとなる人たち。Those who reach out serve with a smile. でこの手を差し伸べる人たちは笑顔で奉仕をします。They don't complain about the work. 仕事の不平は言いません。They don't say, I don't have enough time. 時間がないとかって言いません。They don't complain if others don't work. They just help. みんなが働かないとかって不平言いません。ただ奉仕をしてくださいます。Do you belong to that group? 皆さんはそのグループに属しているでしょうか。Not working. Is it connected? Okay. Paul talked a little bit about service. パウロはですね、奉仕について少し語っています。He was in a very cosmopolitan and very idolatrous city called Corinth. パウロはコリントというですね、近代的だったんですけども、偶像礼拝に落ちていた町にいました。And after a year and a half of work, there was a city, an Adventist church growing in Corinth. で1年半働いた後にですね、このコリントの町にアドベンチストの教会ができました。But all the members were former idolaters. They worshipped other gods before. ただですね、この教会員たちは以前は偶像礼拝者、他の神々を拝んでました。And they had some very bad habits. 彼らには悪い習慣がありました。They were like little animals by comparison to what they became later. 後になったことから考えれば小さな動物みたいな存在だったんです。So the church in Corinth had a lot of problems. コリントの教会にはたくさんの問題がありました。And we read about it in the first book of Corinth. They had divisions. コリント第一の手紙に書いてありますと、彼らは分裂してました。Many were skeptical about the leading apostles. リーダーであった人たちへの不信がありました。There was very serious sexual immorality, great, awful immorality, incest and other things. 非常に問題となる性的な不道徳がありました。And that was in the church. それは教会の中でです。And there were lawsuits between members. 教会の間に訴訟の問題がありました。In the worship service, there was charismatic confusion. そして礼拝の中にですね、カリスマ性の混乱がありました。And some members were also misusing gospel freedom. They misinterpreted the purposes of God. 教会の一部はですね、福音の自由という概念をですね、悪用して、間違った理解をしてました。That is a church with a lot of problems. それはたくさんの問題を抱えた教会ということができます。And most pastors would give up on a church like that. そういう教会に行くとですね、牧師さんたちはもうここにはいたくないと言います。They would say, this is not even a Christian church. もうこれはキリスト教の教会じゃないというかもしれま They せん。 have too many serious problems. 本当に重要な問題がたくさんありすぎると言います。But not Paul, because Paul loved those people. でもパウロはそう言いませんでした。なぜなら彼らを愛していたからです。Open your Bibles to 2 Corinthians chapter 6. コリント第2の手紙6章を開けてください。We're going to read several verses from 2 Corinthians 6 and then read from 2 Corinthians 5. コリント第2の手紙6章から少し読み、そしてその後また5章から読んでみたいと思います。But you can follow on the screen what we're going to read. でもですね、スクリーンを見ていただければこれから読むことが見えます。Paul was making an appeal to the Corinthians to be faithful to God. 神様に忠実であるように、信仰的であるように、パウロはコリントの人たちに訴えます。He was making the appeal based on his service to them and on his love to them. 彼はそのですね、訴えをですね、奉仕また愛から行っていました。He said, We then, as workers together with him, also plead you not to receive the grace of God in vain.
私たちはまた神と共に働く者としてあなた方に進める。神の恵みをいたずらに受けてはならない。Giving no offense in anything, that our ministry may not be blamed. この務めがそしりを招かないために、私たちはどんなことにも人につまずきを与えないようにし、We commend ourselves as ministers of God. かえってあらゆる場合に神のしもべとして In much patience, in tribulations, in needs, in distresses, in stripes, in imprisonments, in tumults, in labors. 自分を人々に表している。すなわち極度の妊婦にも患難にも危機にも行き詰まりにも夢中を与えられることにも入国にも騒乱にも労苦にも。In sleeplessness, in hunger, by purity, by knowledge, by long suffering, by kindness, by the Holy Spirit, by sincere love, by the word of truth, by the power of God. 徹夜にも飢餓にも真実と知識と寛容と慈愛と聖霊との偽りのない愛と真理の言葉と神の力とにより、By honor and dishonor, by evil report and good report, as dying and behold we live, as chastened and yet not killed, as sorrowful yet always rejoicing. 褒められてもそしられても悪評を受けても好評を博しても死にかかっているようであるが身を生きており懲らしめられているようであるが殺されず悲しんでいるようであるが常に喜んでおり。As poor yet making many rich, as having nothing and yet possessing all things. 貧しいようであるが多くの人を富ませ何も持たないようであるが全てのものを持っている。O Corinthians, he says finally in verse 11 of that chapter. 11節コリントの人たちよと言ってます。O Corinthians, we have spoken openly to you. Our heart is wide open. コリントの人々よ、あなた方に向かって私たちの口は開かれており、私たちの心は広くなっている。Paul was saying, we gave everything for your sake. パウロはですね、私はあなたのために全てをあげました。Why are you still doing those things that belong to your former life? まだ過去の人生のことにこだわっているのですかとパウロは言っています。We served willingly, sacrificially for your lives, for your sake, for your future. パウロは私はあなたのために奉仕をして全ての犠牲を払ってきたと言っています。And the question is then, why? Why would Paul love these people so much? どうしてパウロはですね、この人たちをそこまで愛したのでしょうか。Why could he say that they were sorrowful, they went through a lot of sufferings, and yet they were rejoicing? 悲しいことやですね、辛いことがあったのになぜ喜べるのでしょうか。He gave the answer in the previous chapter. その答えはですね、その前の章に書いてあります。In chapter 5, verse 13. コリント第5章の13節、これは聖書朗読のところです。He says, if we are beside ourselves, it is for God. もし私たちが気が狂っているならそれは神のためであり、 Or if we are of sound mind, it is for you. 気が確かであるのならそれはあなた方のためである。 What does that mean? それはどういうことでしょうか。 When Paul says if we're beside ourselves, that means if we look to you a little crazy, a little different, どういうことかというと、もしあなたが自分のことがですね、少し気が狂ってちょっと違うなと思っているのであれば、 if we come across as a little abnormal, it is because of God. 私たちがちょっと異常かなと思うことはそれは神様のためであるとか。In other words, we are so happy with God that to regular people it looks strange. なぜかというと、私たちは本当に幸せなので普通の人たちにはちょっと変に見えるということです。 But he says if we are of sound mind, if we look normal, that's for your sake. でもですね、私たちが正常に普通に見えるならばそれはあなた方のためであると言っています。 And why is this? なぜでしょう。 He answers that in verse 14. 14章でそれを答えています。 For the love of God compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died, and he died for all, that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again. なぜならキリストの愛が私たちに強く迫っているからである。私たちはこう考えている。一人の人が全ての人のために死んだ以上、全ての人が死んだのである。そして彼が全ての人のために死んだのは、生きている者がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためである。So what is Paul saying here? パウロは何て言ってますか？
He's saying, we love you because God loved us. 神様は私たちを愛してくださったので、私はあなたを愛してますと言ってます。We do this for you, but we do it for a greater reason than even you. これは私はあなたにこれをしてるんですけども、それ以上の理由を持ってしてますと言ってます。We do it because the love of God compels us. It's the engine that makes us move forward. 神の愛が私たちに迫ってきてですね、それをエンジンのように私たちを動かしているので、私はこれをしていると言っているのです。The Apostle Paul understood the great love of God for him. 神の非常に大きな愛が与えられるということをパウロは自分で分かってました。He was a persecutor of the people of God. 彼は神の人々を迫害してました。He hated people with a passion. 彼はそういう人たちを本当に嫌ってました。But when he had an encounter with Jesus, things began to change in his life. でもパウロがイエス様に会った時に彼の人生は変わりました。And he realized that God had been very patient with him who had persecuted him. キリストの人たち、キリストの教徒を迫害してたとにもかかわらずですね、神様はパウロに忍耐を持ってくださったことを彼は知ってました。The more he understood the goodness of God, the more he served others and was willing to sacrifice for others. 神様が本当に彼によくしてくださったことを理解したときに、彼は他の人たちにもっともっと奉仕をしたいと思うようになりました。That's why he said there in verse 15 that those who live should no longer live for themselves. ですからここの15節ですね、生きている者がもはや自分のためにではなくと言っています。That is actually the description of the Christian. それがまさにクリスチャンの生き方です。The Christian lives for himself. キリスト教者は自分のために生きているのではありません。The true Christian, the Christian that really understands the love of God for him, serves others and helps others and thinks of others. 神様の自分に対する愛をよく理解することはなさいませんでした。God created us to reflect His character. 神様の品性を表すために神様は私たちを創造されたのです。God's character is always giving to others, always thinking of others. 神様の品性というのは常に他人に物を与えて他人のことを考える品性です。So the Christian that gives himself for another and thinks of others first is a true Christian. ですから自分を差し出して他人のために奉仕する人が本当のクリスチャンです。That is, he actually understood or she understood the great love God has for him or for her. でもそれはですね、なぜかというと最初に神様の偉大な愛が自分に注いだということを理解しているからこそできるのです。Because the truth is, we cannot really love other people with the love we have in our own hearts. なぜなら私たちが単純に自分が持っている愛だけでは本当に他人を愛することはできません。It is simply not enough. 私たちの愛は十分ではありません。It is the love of God in our hearts that will make the difference. 神様の愛が私たちの心に宿り、それが私たちに違いを与えてくださいます。And so Paul says that God's love, the love of Jesus, compelled him to action. ですからパウロはですね、彼の愛が私たちを行動へと迫ると言っているのです。So that's why we serve with a smile when we know we are loved. 私たちは愛されていると知ったとき、笑顔で奉仕できます。The pastor doesn't need to appeal to us. 牧師がですね、私たちに訴えをする必要はありません。The elder doesn't need to call me up and say, can you help? We want to help because God has loved us and we want to reflect that. 長老さんから奉仕しろと頼まれる必要はありません。なぜなら私たちが神の愛を感じているので自然に奉仕したくなるんです。You've seen at least pictures or video of icebreaker ships. 砕氷船の写真がここにありますが、They have massive engines. 非常に大きなエンジンがあります。The most powerful engines you find on earth. 地球上でですね、一番力強いエンジンを抱えています。Because they have to ram into solid ice and begin to break through it. なぜなら硬い氷ですね、流氷にぶつかってそれを壊さなくちゃいけないんです。That is what Paul meant by the love of God compels me. That is the engine that makes me move. それがですね、パウロが言っている神の愛が迫ってきている。
この私たちを力強い奉仕に導く力強いエンジンなのです。A young man, British man by the name of Evan Roberts, he came to know the great love of God for him. イギリス人のエヴァン・ロバーツという若者がですね、神の愛を知るようになりました。And God used him at the age of 26 to begin a worldwide revival that began in Wales. で、26歳の時にですね、彼は神様に召されて、ウェールズで、リバイバルを始めました。The revival lasted about 13 years and it became worldwide. で、このリバイバルはですね、13年間続き、それが世界中に広まりました。It even came to parts of Asia. アジアの一部にもそれが影響を及ぼしました。Sections of China and sections of Korea were revived and became Christian because of this revival. このリバイバルのせいでですね、中国、韓国の一部がクリスチャンになりました。He heard a minister pray, God, bend us because we are stiff-necked, we are too proud. ここでですね、彼はですね、一人の牧師が、神様、私たちを曲げてください。私たちは本当に硬い首のようですというお祈りをするのを聞きました。And he went to his room and he said, God, bend me. I'm too proud. I want to surrender all. そして自分の部屋に行ってですね、このロバーツさんは神様、私を曲げてください。私は誇り高ぶり、プライドが高すぎます。曲げてくださいと祈りました。Evan Roberts said, I was filled with compassion for those who must bend at the judgment, and I wept. レバン・ロバーツさんはですね、裁きの時に折れ曲がらなければいけない人々への憐れみの心がいっぱいになり、私は泣いた。The salvation of the human soul was solemnly impressed upon me. 魂の救いの厳粛さが私に乗りかかってきた。I felt ablaze. I felt on fire with a desire to go through the length and breadth of Wales to tell of the Savior. And had it been possible, I was willing to pay God for doing so. ウェールズの隅から隅まで救い主を述べ伝え希望で私は燃えていた。もし可能であったなら、それを実現するために神様にお金を払ってよいとさえも思った。Nobody needed to ask Evan Roberts to help. エヴァン・ロバーツさんに助けてくださいという必要はありませんでした。Evan Roberts pled with God, Can I help? I want to help. ロバーツさんは神様に、神様、私は助けたいんです、奉仕したいんですと言いました。Because he was compelled by the love of Christ. なぜならキリストの愛に迫られていたからです。Listen to what Ellen White says. エレン・ホワイトがどう言ったか聞いてみましょう。Have you so deep an appreciation of the sacrifice made on Calvary that you're willing to make every other interest subordinate to the work of saving souls? カルバリーの犠牲の深さを少しでも理解できたなら、あなたは魂の救いの働きのために全ての他の興味を二の次にするのではないでしょうか。Ellen White makes it clear that regardless of your profession, regardless of your occupation, your number one job is to reach out to others. エレン・ホワイトはですね、あなたの職業何であろうと、あなたの趣味が何であろうと、一番大切なことは魂の救いの働きをすることだとおっしゃいました。That's the job of the Christian. それがクリスチャンの仕事です。And then she continues to say, the same intensity of desire to save sinners that marked the life of the Savior marks the life of his true follower. そしてですね、その後ですね、救い主の人生で表された罪人を救いたいという強い希望と熱意が彼の真の弟子の人生にも表される。The Christian has no desire to live for self. クリスチャンは自己のために生きることを希望しない。He delights to consecrate all that he has and is to the master's service. 彼は喜んで持っているものをすべて捧げ、主のために奉仕する。He is moved by an inexpressible desire to win souls to Christ. 彼はキリストのために魂を勝ち取る言い表せないほどの希望に動かされる。She is giving the definition of a Christian here. エレン・ホワイトはここでクリスチャンを定義しています。And then she said,Those who have nothing of this desire might better be concerned for their own salvation. そしてその後ですね、このような希望が全く湧かない人たちは自分自身の救いを心配するべきである。In other words, she says, if you don't really love people, you need to be concerned for your relationship with God, your status with God. 彼女は何て言ってるかというと、もしあなたがですね、人を愛する気持ちが湧かないのであれば、自分自身の神様との関係をもう一回見直した方がいいよということです。You may think you're a Christian, but you're not a Christian
unless you really love other people. あなたは自分をクリスチャンと思っているかもしれませんけども、他人を愛さないのであればあなたはクリスチャンではありません。 That's the evidence that Christ has done something in your life. それはですね、神様がイエス様があなたの人生のために何かをしたかという証拠なのです。 But she finishes off that statement with this short statement. She says, "Let them pray for the spirit of service." でもですね、エレン・ホワイトは短い言葉でこの、文を終わりしていますけど、それはですね、彼らは奉仕の精神が与えられるように祈るべきである。 So let's say that you do not naturally have a desire to help other people. ですからもし皆さんにですね、自然にですね、人々を助けようという希望がないのであれば、 Let's say that you do not naturally have a desire to pray for the salvation of people or to help other people come to know God. もしですね、あなたにですね、人の救いのためにお祈りをしたり、人の救いのために奉仕するというそういう気持ちが自然に湧かないのであれば、 She says, if that is the case, you need to pray for the spirit of service. そういう時はですね、エレン・ホワイトは奉仕の精神が与えられるように祈りなさいとおっしゃっています。 In other words, engage in service even when you don't feel like loving people. 別な言葉で言うとですね、他人を愛しようという気持ちが湧かなくても他人のために奉仕しなさいということです。 Because it is as you engage with people that God will give you that love for people when you become interested in their lives. もしですね、そういう気持ちがなくても奉仕することによって他人を愛して奉仕しようという気持ちを神様が与えてくださるということです。 This is the reason we're doing these two meetings. この理由のために私たちはこの2つの講演会を予定しています。 This is why we will start tonight at 7 o'clock. なぜこれがどうして私が今晩この講演会を7時から始めるかで Because す。 there are millions in this city who do not know, who have no idea about God. この町にはですね、もう何百万人という神様のことを知らない人たちがいます。 And millions of people in this city are hurting. They are quietly, they live lives of quiet desperation. この何百万人の人がですね、静かではありますけども絶望の人生を生きています。 We want to offer them something that actually will help their lives. 私たちは彼らに人生を助ける何かを差し上げたいと思っています。 And in the process, you will see how it will help our lives. そしてそれをやることによってですね、私たち自分自身の生活も助けられます。 The meetings in October will continue, will go deeper into what we will introduce this week. 10月の講演会でですね、今週やる講演会もさらに深い内容の話をしたいと思っています。 But I hope that you engage in service to help with this process. そしてこの講演会のためにですね、皆さんが関わって奉仕していただけたらと思います。 And if you're not ready to do that, at least make it a point to attend the meetings just like any other non-Christian, and then you will see how God will have something for you. そしてもしそこまでの気持ちが湧かないのであればですね、最低限、その会に出席していただいて、そして神様がこの未信者さんのためにどのような働きをされるかを目撃してください。 The Amanuma Church has a very wonderful and unique opportunity to serve in this area. 天沼教会には素晴らしいユニークな奉仕の機会が与えられています。 Don't let the few people who always help do all the work. 常に奉仕している一部の人たちに全ての仕事をさせないでください。 Come to the leaders and say, I am too willing to help. 教会の指導者のところに来て、私も奉仕したいんですとおっしゃってください。 Show up at the meetings. 会に出席してください。 Bring a friend to the meetings. 友達を連れてきてください。 Pray for yourself and for that friend. 自分のために、またその友達のために祈ってください。 And God will answer your prayers. God will be with you. そして神様はあなたの祈りに必ず応えてくださり、あなたと一緒にいてくださいます。 See, it's all a matter of perspective. すべて視点の問題です。 Some people see in this picture an older woman with a prominent nose looking down. ある人たちはこの絵を見てですね、鼻の大きなおばあさんと思うかもしれません。 Some people see a younger woman looking away from where we see. またある人たちはこれをですね、若い女性が向こう側を振り返っている絵に見えるかもしれません。 What do you see?
どっちを皆さん見ているでしょうか。 How many of you see the older woman looking down? この絵がおばあさんに見える人は手を挙げてくださ Let い。 me see your hands. おばあさんに見える人、 Very few people see. あんまりいないですね。 Oh, that's unusual. これはちょっと珍しい現象です How ね。 many of you see the younger woman looking away? 若い女の人が見える人は手を挙げてください。 How many of you can see both? 両方見える人は手を挙げてください。 Okay, a number of you can see both. 両方見える人たちもいます。 We can look at the ministry from our perspective and say, I don't have time. 伝道をですね、奉仕をですね、自分の立場から見て、私には時間がないって言うかもしれません。 I'm too busy. 忙しすぎる。 Let the pastor do that job. 牧師さんに仕事をさせとけばいい。 Let the evangelist do that job. 伝道師にそれをさせとけばいい。 Or I can look at ministry from a different perspective. でもですね、この奉仕を別の角度から見ることもできます。 And I can say, I don't have the time, 私には時間がない。 but God will help me. でも神様がきっと助けてくださる。 And I will determine to help, and He will open up time for me. もし私が奉仕すると、決意すればきっと神様が時間を与えてくださる。 And that's the difference perspective makes. それが視点の問題、違う視点が与えてくれるものです。 Have you heard the legend of Johnny Lingo? ジョニー・リンゴの伝説を聞いたことがありますか？ He lived in the South Pacific Islands. 南太平洋の島に彼は住んでました。 Grew up with a number of boys and girls. They were his friends. 友達ですね、男性女性の友達と一緒にこう成長しました。 And one of his special friends was this girl that grew up without a mother. A mother, without a mother. Okay. Her mother had died. 一人ですね、この特別な女性、お母さんがいない女性と一緒に、成長していったわけです。 Unfortunately, her father was not a very good father. 彼女のお父さんはあんまりいいお父さんではありませんでした。 He constantly criticized her. お父さんは常に教会を批判してました。 He put her down. He didn't think she was any good. そしてですね、彼はこの彼女に関してはあんまりいい思いを持ってませんでし So た。 that affected this young woman's picture of herself. それのせいでですね、彼女は自分自身のこともよく思ってませんでした。 And she was upset with people all the time. そして彼女は周りの人たちに常に怒ってました。 She didn't take care of herself. She didn't care if she was ugly. 彼女は自分のことをあんまりケアせずに自分のことを見にくいと思ってました。 She complained. She was a very negative person. 彼女は本当に否定的な But 人でし Johnny た。 Lingo was always her friend, でも faithful friend. ジョニー・リンゴさんはですね、彼女の非常に忠実な友達でした。 At the age of 18, Johnny left the island and began work in other parts of the South Pacific. でジョニーはですね、その島を出てですね、別のところで働くようになりました。 He was a hard worker, and 10 years later came back a rich man そして10年後ですね、一生懸命働いてお金持ちになって彼はその島に帰ってきました。 with many people under his employment. そしてたくさんの雇用者を自分も持ってたわけです。 And the word got there that he came back to find a wife in his island. そしてですね、噂がですね、彼はこの島に自分の奥さんを探しに来たんだという、そういう噂が広まりました。 So many of the eligible young women were hoping that Johnny would choose her, そ choose して them. そしてたくさんの女性たちがですね、このジョニーさん、お金持ちのジョニーさんに奥さんとして選んでほしいなと思ってました。 In that island, the groom, the husband to be, needed to negotiate the price of the bride with the bride's father. その島の習慣ではですね、神父さんはですね、すみません、旦那さん、結婚するときにですね、奥さんの値段をその家族と一緒に交渉しなくちゃいけないという、そういう習慣がありました。 And the price of a top level woman was usually 2 cows or 3 cows. そしてその値段というのがですね、お金じゃなくて牛の数ですね。ですから非常にいい女性の、価値というのが、牛2頭か牛3頭でした。 There were a couple of women in the island who were 4 cow women. そしてですね、その島にはですね、そんな中で牛4匹ぐらいに値する女性が2人いました。 And they reminded everybody that they were 4 cow women. そしてその2人はですね、みんなに私は
4頭の牛の価値がありますよと、こうアピールしたわけです。 When Johnny Lingo came, he came to talk with the father of that friend, of that childhood friend of his. そしてですね、ジョニー・リンゴがこの島に戻ってきた時に、その彼がずっとその友達だったその女性のですね、お母さんのいない女性のお父さんに話しに行きました。 And everyone was surprised because this girl was not beautiful. She had a bad temper. Nobody liked her. 彼はみんなびっくりしたんです。なぜかというと、この女の子はあんまりいい女の子じゃないし、性格も悪いし、なんでと思ったわけです。 Why would Johnny Lingo want to marry her? ジョニー・リンゴとアロモの人たちがなんでこの女性と結婚したいんだろうと思ったわけです。 But he did. でも彼は結婚しました。 And the father was hoping that maybe Johnny Lingo would offer a little lamb for the price of his daughter. そしてお父さんはですね、こんな娘なんだから牛とは言わないで小さな子羊でもいいからくれないかなとお父さんは思ってました。 He thought certainly she's not worth more than that. お父さんはですね、彼女なんてそんなに値がないよ、価値がないよねと思ったわけです。 But suddenly Johnny Lingo comes with 8 cows. ところがですね、ジョニー・リンゴは牛8頭を持ってやってきました。 Twice as much as the most distinguished women in the island. その島で一番と言われてた女性の倍の数の牛を持ってきたわけです。 You can imagine everybody in the island said, "Oh!" その島の人たちはわーとびっくりをしました。 And the word got to the young woman. そしてこの知らせがですね、この若い女性のところに行きまし And た。 she couldn't believe that he would want to pay 8 cows for her. 私のために8頭もの牛を持ってきたことは信じられないと言いました。 She had such low self-esteem. 自分自身のことをそんなによく思ってなかったわけです。 She didn't think anybody really actually loved her. 自分のことを愛してくれる人なんていないと思ってたわけです。 Her mother had died when she was little. 小さい時にお母さんが亡くなってしまいました。 Her father never showed that he loved her. お父さんが愛を示してくれることはありませんでした。 And everybody on the island reacted negatively towards her. 彼女に対して町の島の人たちはみんな否定的に思ってました。 But not Johnny Lingo. でもジョニー・リンゴは違いました。 He decided he would love this young woman. この女性を愛しようと彼は決意したんです。 They got married. そして結婚して、 And over the years, the woman began to change. そして徐々にですね、この女性は変化し始めました。 She became a beautiful woman. 彼女は美しい女性になりました。 She developed a beautiful character. そして非常に良い品性も養いました。 She became self-assured and willing to be there for others. そして自分自身にも確信を持つようになって他人のために奉仕するようになりました。 All of that was because of one thing alone. それはなぜかというと、たった一つのために変わったのです。 She had a husband who loved her unconditionally. 無条件で彼女を愛してくれる夫がいるようになったからです。 And that love is what transformed her. そしてこの愛が彼女を変えました。 We serve with a smile when we know we are loved. 私たちは愛されていると知ったときに笑顔で奉仕します。 Let's see the closing words of Paul. 最後にですね、パウロの言葉で閉じたいと思います。In verse 16, therefore, from now on, we recognize no one according to the flesh, he says. コリント第2の5章の16節ですけども、それだから私たちは今後誰をも肉によって知ることはすまい。 Even though we have known Christ according to the flesh, yet now we know him thus no longer. かつてはキリストを肉によって知っていたとしても、今はもうそのような知り方をすまい。 In other words, Paul is saying, we do not judge people based on what we see. パウロはどう言ってるかというと、見える形によって私たちは人を判断するのをやめましょうということです。 We view people based on what God has done for them. 神様がその人のために何をしてくださったかによってその人を判断しましょうということです。 And he continues to say, そしてその後も therefore, verse 17, 17節 if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. 誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたのである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。A few years ago, there was a great tragedy in Somalia in Africa because
People were starving to death. 数年前ですね、アフリカのソマリアで悲劇が繰り返されていました。This was the result of a terrible civil war. 内戦のせいでですね、皆さん餓死していたわけです。And many parents died and children grew up in the streets. たくさんの大人が死んでですね、子供たちが通りで育つような状況でした。Many children died of starvation. 飢餓のためにたくさんの子供たちが死にました。To that place went a Western journalist, and he saw firsthand what was happening. 西洋からですね、報道関係の人が行ってこのような悲劇を目撃しました。He was deeply moved by the starving children of Somalia. ソマリアでお腹を空かしている子供たちのために心が打たれました。He saw two little brothers together. 2人の兄弟ですねを見ました。And then he gave him a grapefruit which he had in his pocket. That's all he had. ポケットの中にグレープフルーツがあったんです。それしか持ってなかったんです。それをですね、この兄弟にあげました。And this is what he said of that experience. でこれを見た時の話です。The older brother kneeled down next to his younger brother, bit off a piece of the grapefruit and chewed it. 兄がですね、弟の隣にひざまずいて、グレープフルーツを自分で一口かじってまずは噛み砕いたんです。Now you can imagine how hungry those two boys would be. この2人の兄弟は本当にお腹が減ってました。And actually, the natural instinct would be to gorge on that grapefruit as soon as you have it, to eat it as fast as you can. そして自然の本能から言えばですね、もらったグレープフルーツにかぶりついてあっという間に食べてしまうのが本能だと思います。But listen to what that older brother did. でもこの兄は何をしたでしょうか。Then he opened his younger brother's mouth, put the grapefruit in, and worked his brother's jaw up and down. それから弟の口を開いてですね、自分の口の中にあるグレープフルーツを入れてあげ、そして弟の顎をですね、上に下にと動かしてあげました。The journalist says a couple of days later, the older brother died of malnutrition, and the younger brother lived. そしてですね、数日後、この兄は栄養失調で死にました。弟はでも生き残りました。That is a love greater than life. これが命よりも大きな愛です。That is a love that will pay dividends, will make a change, will make a difference in people's lives. これが人々の人生を変える愛です。That is the kind of love God loves us with. それが神様が私たちを愛してくださる愛です。He is the older brother who's given us the grapefruit and helping us eat it, even though it will kill him. 神様はこのグレープフルーツを噛んで弟に与えたお兄さんのような方です。And if you know that, you know that. もしあなたがそれを知っているならば、これを知っています。And if you understand that, you will want to help others chew the grapefruit. そしてもしあなたがこれを理解したなら、あなたは他の人のためにグレープフルーツを噛み砕くでしょう。So these are Paul's concluding words. これがパウロの最終的な結末の言葉です。Verse 20 of 2 Corinthians 5. コリント第2 5の20。Now we are ambassadors for Christ, as though God were pleading through us, be reconciled to God. 神が私たちを通して勧めをなさるのであるから、私たちはキリストの使者なのである。神の和解を受けなさい。My brothers and sisters, we are ambassadors for Christ. 兄弟姉妹、私たちはキリストの使者です。The world needs to see that there is a God in heaven and that He has emissaries, that He has a team here on the earth. 皆さんは周りの人たちにですね、天に神様がいらっしゃって、その人たちを助けるチームがあることをみんなに示す必要があります。Why do we serve? どうして私たちは奉仕するんでしょう。 Why do we keep giving and giving and giving? どうして私たちは与えるのでしょう。 We serve with a smile because we know we are loved. 私たちは笑顔で奉仕します。なぜなら私たちは愛されていると知っているからです。 God bless you all. 神様の祝福がありますように。
閉会賛美歌379番です。どうぞご起立ください。